いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は視聴者さんご要望のお店として三島市へやってきました。場所は136号線をバイパス方面へと進んだ場合は三島市立中里小学校の信号を左折し、清水町方面へと向かうと右手に清水銀行松本支店がある信号を右折、再度バイパス方面へ向かう途中のコインランドリーがある T 字路を左折した先の左側にあるのですが、コインランドリーを曲がる手前の看板は夜だと若干見えにくいため、右側のエッグマートの案内の看板が曲がるところの目印になります。そして今の看板のところを曲がるとすぐにエッグマートというスーパーがあるのですが、そのスーパーの駐車場の角にあるお店が今回の目的のお店となり、そのお店は素材にこだわる和節ラーメンとして地元の方に大人気のこちらのお店は三島市松本にあります麺屋桜風さんです。営業時間は11時30分から14時30分と18時から21時で、定休日は毎週水曜日と第2第4火曜日となっておりますが、祝日の場合は営業されるみたいです。駐車場はエッグマートと共有とのことで、駐車できる台数は50台以上あり、駐車場はコンクリートで平面のためバイクでも止めやすいと思います。駐車場問題がないのは嬉しいですね。それでは行ってみましょう。お邪魔します。店内に入るとお出汁のいい香りがすごいです。そして客席はカウンターが8席に4名用テーブルが2つの最大16名入店可能となっております。それではメニューを見てみましょう。ラーメンは醤油と塩の2種類あり、チャーシューも肩ロースとバラ肉から選ぶことができます。その他ネギラーメンやメンマラーメン、混ぜそばなどがあり、次のページには醤油と塩のつけ麺に5種類のトッピングに大盛り、じゃこ飯や高菜ご飯、チャーシューご飯などのご飯物に水餃子と種類豊富です。続いてはドリンクメニューで瓶ビールにハイボール、レモンサワーにノンアルコールビールにコーラにオレンジに黒ウーロンがあり、おすすめの味変として柚子粉と黒七味の紹介もありました。続いては期間限定の冷やし中華の醤油とごまがあり、こちらはテイクアウトも可能のようです。あと混ぜそばもテイクアウトできるみたいですね。ちなみに SNS に投稿すると味玉無料券がもらえるみたいですよ。私もいただけますかね。卓上サービスはこんな感じ。左から醤油、お酢、黒七味、柚子粉、ラー油に胡椒です。それでは注文も完了したので料理の到着をお利口さんにして待ちます。肩ロースチャーシュー麺の醤油味1200円です。見た目はとてもお上品なラーメンといった印象です。そして何よりお出汁のいい香りがとにかくすごい。麺は細麺ストレート、若干固めに茹でられており、もっちりとした食感が好印象のとても美味しいラーメンです。そしてネット上の口コミでも話題になっているチャーシューですが、本当に柔らかホロホロといった感じで、箸で軽く持ち上げただけで崩れちゃう柔らかさ。味付けは甘く贅沢な角煮を食べてる気分になれます。そしてメンマはみんな大好き穂先メンマ。極めつけはこのスープ、味香りともにすごいインパクトがあり、ファンに愛されているのも納得のラーメンだと思います。味変の柚子粉も最高でした。続いてはじゃこと有馬山椒ご飯350円です。山椒の香りが良く、このままでも美味しいのですが、店員さん曰くラー油をかけるのがおすすめとのことなので、少しかけてみたところごま油の風味と辛みが増し、より美味しくいただくことができました。続いてはテイクアウトも可能な混ぜそば980円です。混ぜそばは彩り豊かでラーメンよりも具沢山に感じます。あと混ぜそばは注文の際ニンニクとマヨネーズは入れますかと聞かれるので、あなたの参考になるように両方とも入れるでお願いしました。もらえるものは病気以外何でもいただくスタイルなので、撮影がなくてもいただきますがね。そして麺は極太というよりは中太麺といった感じで、わしわし食べるというよりはしっかりすすっていただけます。ちなみにチャーシューは角切りになっており、メンマは穂先メンマ、食感が最高です。最後は味変としてお酢と柚子粉を入れてさっぱりといただきました。ラーメン同様満足度の高い一杯です。続いては水餃子450円です。サイズは若干小ぶりの小さめサイズ。口当たりとしてはつるっとしたタイプではなく、もっちりとした食感の水餃子となっております。中のあんは食感のあるお肉多めのタイプで、酢醤油との相性も良く、もう少し食べたい時やおつまみとしてももってこいの印象を受けました。ちなみに支払い方法は現金または PayPay のみとなっておりますのでご注意ください。甘くてホロホロのチャーシューも魅力的ですが、何より武士感強めのラーメンスープは味香りともに絶品でとても美味しかったです。もしあなたもインパクトの強いスープやチャーシューを食べてみたいと思ったのであれば、こちらの麺屋桜風さんに一度足を運ばれてみてはいかがでしょうか。それではこのまま次のお店に行きたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。続いても先ほどと同じ三島市松本にあるラーメン屋さんの紹介です。
場所は今紹介した麺屋桜風さんからだと来た道を少し戻った逆車線側にあり、この左側の建物に何軒かテナントが入っているのですが、その一番南側にあるこちらが今回の目的となっているお店の同じ三島市松本にあります会心のラーメンまくり屋さんです。営業時間は11時から15時と17時から21時で、ラストオーダーは20時30分となっており、定休日は毎週火曜日と第3水曜日となっております。ちなみに駐車場はお店の正面に 2,3 台と、この建物の北側のフェンスの方に2台分用意されており、どちらもコンクリートで平面のためバイクでも止めやすいと思います。それでは行ってみましょう。お邪魔します。入店するとすぐに券売機があり、まずは食券を購入します。メニューは醤油、塩、味噌の3種類にチャーシューや中盛り、大盛りとシンプルで、他には餃子にライスとトッピングと分かりやすいので、慌てて押し間違える心配はなさそうですね。また麺の硬さや味の濃さ、油の量の好みも聞いてもらえるので、その日の気分でいろいろと変更できるのも嬉しいですよね。そしてお水はセルフとなっているので、自分でついで席に着きます。お店の雰囲気はこんな感じ。店内は明るくシンプルなスタイル。そして客席はカウンターのみの12席となっております。ちなみに卓上サービスは左からラー油、お酢、醤油、胡椒にニンニク、豆板醤となっております。醤油味のチャーシュー麺1300円です。まずチャーシューのインパクトがすごいですよね。そしてその他の具はキャベツにほうれん草に海苔にネギと王道のスタイル。ちなみに食券を渡す際のラーメンの好みは麺固め、味と油は普通でお願いしました。麺は中太麺で固めでお願いしたのもあり、噛み応えもあるし、スープもよく絡んで美味しいです。そしてインパクトのあるチャーシューは見た目の大きさだけではなく厚みもすごいので食べ応えがあります。他には意外と量があるほうれん草にキャベツ、海苔は麺と一緒にいただきました。そして味は普通でお願いしたスープは結構濃いめなので、これはライスが欲しくなっちゃいますね。そして半分ぐらいのところで卓上サービスの胡椒、豆板醤、ニンニクを入れ味変を楽しませていただきました。続いては餃子400円です。1皿6個入りで400円はちょっとお得な感じがしますよね。そして餃子1個の大きさは平均的なサイズとなっておりますが、持ち上げてみるとあんがパンパンに詰まっているのが分かります。あんは野菜多めの柔らかいタイプ、酢醤油で美味しくいただきました。続いては塩ラーメン1050円に海苔トッピング150円です。さすがに2品では少なすぎるので別の日に再度来店してみました。あとどうしても塩味が食べてみたかったというのもあります。今回の好みは麺固め、味濃いめ、油は普通でお願いしました。固めの麺は噛み応えがあり、もっちりとした食感がとても美味しいです。続いてスープですが、塩味は醤油に比べてそこまで塩気が強くないので、味濃いめにしても美味しくいただくことができます。そして今回味濃いめにした理由はライスと一緒にいただきたかったからです。ライスは中サイズ200円を注文したのですが、まさかの大きさにびっくり。中サイズなのにすごい量ですよ。そしてライスの上に乗ってる塩キャベツがまた美味しいんですよね。でも本当にやりたかったのはこれ。味濃いめのスープにしっかり浸した海苔をご飯に巻いて食べたら最高でした。ライスが予想以上に多かったため海苔トッピングにしたのは正解だったと思います。またこの塩ラーメンもニンニクと豆板醤で味変をしっかり楽しませていただきました。今回は三島市松本にあります会心のラーメンまくり屋さんにお邪魔させていただきました。メニューは醤油、塩、味噌とシンプルですが、いろんなトッピングがあったりインパクト大のチャーシューなどで自分オリジナルの一杯を探し当てていくのも楽しみがあっていいですよね。機会があればぜひこちらのまくり屋さんに足を運ばれてみてはいかがでしょうか。またあなたのおすすめのトッピングや食べ方、この組み合わせが最高だったよなどありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたりコメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。